はい、こんにちは。今日もポッドキャスト撮っていきます。最近、ポッドキャスト聞いてくれてる人が意外と多くて、ポッドキャストから私を見つけてくださる方もいて、とても嬉しいんですけど、ちょっと緊張してきました。今までそんな聞く人いないよなっていう前提で好きなことペラペラ喋ってたんで、やっぱり発言することはいろいろ気をつけようと思っております。本当私、ポッドキャスト話してるとき、頭回ってなくて、で、なんで頭が回ってないんだろうって思ったんですけど、本当に頭が回ってないのかはわかんないんだけど、考えるときって、とか、って言ったりとか、沈黙間があるじゃないですか。私、それをあえて避けたくって、もう思ったことをすぐ口に出しちゃう感じなんですね、ポッドキャストは。で、私結構前からそうで、YouTube 動画とかも間っていうのを結構気にしちゃって、なんでかっていうと、私はずっとショート動画を自分のでもそうだし、お客さんのショート動画も毎月たくさん編集してきて、ショート動画って間があったらもう消すとか、いらない言葉あったらカットする。で、なるべく短くするっていうのを徹底してやってきたから、長い動画でもそういう風にやっちゃってて、でも私もよく YouTube 見るけど、その間が良かったりするから、だからそんな気にしなくていいんだよなって分かってはいるんだけど、なんか早く喋らなきゃ、喋るスピードはゆっくりがいいんだけど、その間についてあんまり出したくないなっていうふうに思っちゃってるので、もう考えるより先に喋っちゃうっていう感じなんだけど、でも私は、心の中、私の頭の中に、うん、批判的な考えとか、あとは人を傷つけるような考えはないつもりなので、大丈夫かなとは思うんだけど、やっぱり頭使ってなくて口から言っちゃうってことは、自分が日頃考えてることとか、もう自分の頭の中にあることを喋ってるわけだから、なんか変なこと言ってないかなって怖いじゃないですか。で、別に変なことを言うのはいいんだけど、やっぱり人を傷つけるのはダメだなって思うから、そういうのは気をつけたいなと思います。で、今日はね、批判する心とか、それこそアンチっていう存在、コメントについて話したいなと思ってます。私自身もずっと SNS で情報を発信してきて、自分のもそうだし、クライアントさんのも発信をしているので、そういう人にとってそのリアクションっていうのはとってもありがたくって、でポジティブなリアクションはもちろんすごい嬉しい。で、ネガティブというか、その批判的な意見、批判的なものであっても誹謗中傷じゃなかったら、それは私はすごく嬉しくてありがたくって、人によっては反対意見もちょっと嫌だと思う人いるかもしれないんだけど、大体の人は気にしないかありがたいと思ってると思います。嬉しいと思うのはちょっと違うかもしれないけどね。でも、一番嫌なのというか一番悲しいのは何にもリアクションがないことなんですよね。それはもう誰も見てくれないとか、うん、でもほとんどの人はわざわざリアクションしないと思うんです。ありがとうございますっていうコメントはね、すごく嬉しいの。で、私の SNS は見てもらったらわかると思うんだけど、誹謗中傷とかアンチの要素はないんですね。だって自分の考えを言ってるっていうよりかは、その日本語とか、もうその正解か不正解かみたいなものしか言ってないので、そこに関しては今まで一回も来たことはない。というか来るはずはないですよね。私のことが嫌いだったら見ないと思うし、そもそも嫌いになられるようなことはしてないかなとは思います。で、
でもそれがいいか悪いかで言ったら、別にいい、こっちはストレスはないからいいんだけど、結局その SNS で伸びるとか、ちょっと人より出るっていう風になると、批判とかアンチがいた方が数字が高いっていうのは事実ですよね。でもそこを狙っていく必要はない。数字取りたい人は狙っていいと思うんだけど、ほとんどの人はね、そんなことはわざわざしなくていいと思うんだけど、それって結局誰かを傷つけてたりとか、なんか不審に思われてるっていうことだと思うから、そこはしなくていいかなとは思うんだけど、私のこのポッドキャストは結構自分の考えとかっていうのをベラベラ喋っちゃってるんで、だからやっぱりそれはでも一考えであって、誰かに強要してたりとかしてるわけじゃないので、全然問題はないかなと思います。嫌だったらもうね、見なきゃいいだけだし、意見があるならコメントしてもらうとか、それでいいなとは思って、私のコンテンツっていうのは客観的に見てもそんなにバズるとか盛り上がるようなコンテンツではないので、必要な人に届いてくれて、でうまく活用してもらえたら嬉しいなっていう思いでやってるし、そういうターゲットの方たち、今聞いてくださってる方たちですが、参考になってありがたいと思ってくれたら一番嬉しいなとは思います。私だからインスタで発信続けてるんだけど、今までブロックしたり、ブロックした人っていうのがね、2人ぐらいしかいないと思う。2人いるんだけど、その2人については後で話そうと思います。そもそもね、ブロックするような人は現れないし、DM とかも別に全然来ないんですよ。前向きなね DM はいただくんだけど、そういう要素がないですよね、私の場合って。だから見方を変えればつまらないとは思うんですけど、私は面白くないっていうよりかは、その日本語を勉強してる人にとってありがたいか参考になるかならないかの観点でやってるので、もうね、ブロックした人はね、覚えてる。全然ブロックとかしないから覚えてるんだけど、どういう人かっていうと、私の投稿に毎回コメントをくれてて、でそのコメントが日本語、でも英語の時もあったかな。ちょっとね、どの国かは言わないでおくんだけど、誹謗中傷ではないんですよ。で、的外れなコメント書いてる時もあれば、下ネタ書いてくる時もあって、でもね、それは私に対してとかじゃないの。なんかちょっと不思議な人なんだよね。で、私別にやっぱコメントがつくっていうこと、特にインスタって私あんまコメント来ないんで、普通にありがたくって、返事最初の方はしてたかもしれないけど、でもなんかもう何言ってるかわからないから、いいねボタンだけ押してて、でも、ね、DM とか送ってきたりはしてなかったかな。この人でやっぱ覚えちゃうんだよね。やっぱ結構コメントくれる人覚えちゃうんだけど、でもブロックするほどでもないなみたいな感じでね、エンゲージメントを上げてくれてるし、そう思ってて、でもある時ちょっとね、その人が特定の国の悪口を言ったんだよね、私のコメント欄で。で、これは良くないなと思って、私に関して何言われるのはいいんだけど、これを見た人が嫌な気持ちになるって思ったから、ブロックをしようと思ったんだけど、ミュートっていう機能が私使ったことなかったんだけど、そのミュート機能を押すと、その人は普通に私のコメントもできるし、リアクションはできるんだけど、誰にも表示されない。で、多分ね、私に通知も来ないんだよね。見ようと思えば見れるんだよ、コメントね。でも普通は見れないっていう感じで、じゃあミュートしようって思って、でその後もミュートしてるのにすごいコメントくれるのね。で
でもそれでも一応コメントにはカウントされてるから、この人は誰も見えてないけどずっとコメントしてくれてるって思いながら見てたんだけど、でなんでブロックしたかっていうと、ある時今毎回コメント来るんだけど、その人のアイコンを押してみたのね。なんかたまたま気になったというか、ちょっともうほんと何の軽い気持ちで押してみたんだけど、そしたら、裸で、でも裸だけど変なとこは映ってないです。そういうアイコンダメだからね、インスタで。そうで、おおと思って、変な人だと思って、でプロフィールに書いてあることも変だったんだよね。そうで、ブロックしようと思ってブロックをしました。はい、なんかその人はね、覚えてますね。でも多分ああいう人っていろんな人にそういうコメントしてたんじゃないかな。私にだからじゃないとは思う。ね、そういうのをもっと早くブロックすればいいかもしれないんだけど、誹謗中傷とはやっぱ違うんですよね。なんかでも意見を言ってるわけでもないし、自分の考えをいろんな人のコメント欄で言ってく人だったのかな。あとね、覚えてるのは、もう一人ブロックした人は、私が一回インスタライブをやったんですよ。私インスタライブ多分ね、一回しかやったことないと思う。インスタライブなんでやったかっていうと、これはね、多分ライバーあるあるなんだけど、それライブ配信やってた時ね、多分あるあるなんだけど、ライブ配信のプラットフォームですごい盛り上がって、2時間とか3時間ライブ配信をして、であれって基本的には時給だから、で1日3時間までしか出ませんとか、そういう決まりがあるのね。でそうなると3時間以上はやっても、意味ないんですよ。お金にはならない。でも意味ないわけではなくって、もちろんギフトもらえたりとか、あとはね、新しい人が来てくれたりとか、普通に楽しかったりするから。でもやっぱほとんどのライバーさんはもう時間ぴっちり決めて、じゃないともう切りないからね。もう3時間だったら3時間で終わりみたいな。でもそこの配信が盛り上がりすぎると、もうこれ以上ここではやらないけど、ちょっとなんかまだみんなと話したいな、そうだインスタライブやろうみたいな。これ多分ね、私だけじゃないとは思うんだけど、他にも見たことある、そういう人。だからでみんなも、そのリスナーのみんなも私のインスタもフォローしてくれてるから、じゃあちょっとインスタライブやってみようみたいな。インスタライブやってみたかったしと思って、でやって、多分2 30分ぐらいやってたんだけど、すごいたくさんの人来てくれて、そのリスナーさん以外にも、フォロワーさんとかもね、でいろいろ話して楽しかったんだけど、なんかね、ある人がね、そのブロックした人はね、その配信中のコメントから、とても、そうですね、私に、結婚してくださいとか、連絡先教えてみたいな、よくあるコメントですよね。それを、送ってきてて、一応でも普通にスルーしてたんですよ。でライブ配信終わったら、やっぱり案の定めっちゃ DM 来て、しかも音声送れるんですよね、DM。で、私その時ね、普通すぐブロックすればいいのに、なんか、ハイになってたのね。これもライブあるあるなんだけど、ライブ配信が盛り上がると気分がハイになるんですよ。酔っ払ってるみたいな感じ。だから、返したんですね、私。でも、返したって言っても、私すごい怒ってるんですよ。もう、すごいメッセージ来て、この私の楽しい思いを壊したと思って。で、私の時間を無駄に奪ったと思って、メッセージ、さすがにボイスは送ってない。メッセージで送って、もう、多分英語で送ったかな、もう忘れちゃったんだけど、普通に、文句言って、やっぱ分かってほしかったの。あなたのやってることはおかしいっていうのをね。でも、それで言い終わった後にブロックしようとは思ってたんだけど。で、それを送って、すぐ返事来て、もう全然やり取りは忘れちゃったんだけど、反論してきて、で、私も反論して、でも本当にあれはね、時間の無駄ですね。何の意味もない時間。逆に無駄な時間を自分で作ってたんだけど、でもその時、そんな感じになって。でもね、SNS 発信してる人はね、何でもかんでもね、ネタになるっていうふうにも思っちゃうんだよね。それは大したネタにはならないんだけど。で、最終的に普通にブロックをしました。でも本当それぐらい。もう本当に、
なんかブロックとかめったにしないですね。ライブ配信してた時は結構ブロックしてたかもしれない。100人ぐらいブロックしてたかも。なんかライブ配信の時もそんなに誹謗中傷はなかったんだけど、でもやっぱなんかね、その LINE 教えてくださいとか電話番号教えてくださいっていうのは正直ね、言ってくる時点でちょっと距離感おかしいじゃないですか。普通言わなくないですか？そのいくらねタイプだったとしてもね、本当にじゃあでもライバーとリスナーの恋愛って結構あるの。結婚する人とかもいるぐらいね。でもいやそんなもう初見でそういうこと言ってくる人はもういろんな人に言ってるし、そもそもまあ普通に NG ですよね。私普通に結婚してるし、普通に NG だから、多分いきなりブロックは基本ライバーさんはしないかな。なんか多分人によるんだけど、逆にそういう営業の仕方もあるからね、やっちゃいけないと思うんだけど、やっぱり好きになってもらうとたくさんギフト投げてもらうみたいな考えてる人もいるし、てか多いから、てかトップの人はね、多分そう思ってる人は多いと思う。でもね、本当のトップの人はそこがうまいんだよね。だってね、そのいろんな人にその本気のその恋愛営業っていうってできないと思うし、だからもう本当のトップの人はその距離感がうまいんだけど、私は別に3、4ヶ月間だけやろうみたいな、楽しんでやろうと思ってただけだから、そんななんか戦略とかもなかったから、普通にちょっとでも不快なコメントとか、この人が私のこの配信にいても意味ないなって思ったらすぐブロックしてたかな。でもね、それはね、必要だと思う。インスタでも何でもそうだけど、我慢しちゃいけないし、あとなんか、ブロックしたら悪いかなって、誹謗中傷とかしてくる人は悪いかなとか思う必要はないんだけど、たまにいるんだよね。ちょっと不快だけど、意見をしてくれて、私を思って言ってくれてるから、ブロックはできないな、みたいな。それ多分ライブ配信でもあるんだけど、でもやっぱり自分が不快に思ってる、それでちょっとでも悩んだり時間を奪われるならブロックしちゃった方がいいと思う。私結構 LINE とかもブロックしちゃう。やっぱ1年前からフリーランスになって最初の方特にリリさんのこういうなんか仕事、特にこう海外系のだよね、合うから、同じようなやってる方とおつなぎさせてくださいみたいな。で私直接会うとかは絶対しないんだけど、そもそも外出るのが好きじゃないから、ズームとかだったらいいかなみたいな感じで。でもね、今でももちろん何人かはお世話になってる人いるし、お仕事を知ってる人もいるんだけど、なんかこの人何なんだろうと思ったらブロックしてたかな。なんかもうその後の連絡すら嫌だから、その時間が嫌なんだよね、私は。で、あとその何かを批判する人、あとは誹謗中傷する人、アンチする人ってどういう心理なんだろうとまでも考えるまでもないんだけど、やっぱ自分とは違うじゃないですか。そもそも批判の心が全く私はないんだけど、これ別にいい人優しいからって言ってるわけじゃなくて、批判してる暇とかないんですよね。やっぱり時間がないから、そのネガティブな感情をもちろん抱く時あるし、そういう時もあるけど、なんか人に向かってある人に向かってそういう感情はあんまりないかな。自分が直接何かされたとか、なんか自分の周りの人に何かされたとかやられたとかだったら多分すごい怒ると思うんだけど、そうじゃない場合、なんか結構よくね、インフルエンサーとか、あと有名人とか、なんかそういう人をね、もう批判する人とか、本当 SNS ってそういうのいっぱいあるじゃないですか。なんかそれはね、普通に良くないですよね。
それやって何になるのとは思うんだけど、でもやっぱそういうのやる人っていうのはなんだろうね、ストレス発散してる、あとは嫉妬とかね、なんかひがみとかも日頃のストレスとかもあるかもしれないよね。多分そういうのがそもそもない人っていうのは誰かに対して批判したりとか、それをしかもなんか公の場に書いたりはしないと思うんだよね。もしね、皆さんの考えがあったら聞かせてほしいなとは思うんだけど、私はだからなんか、まあ、さっき言ったLINE ブロックするとか、それは批判ではないからね。ちょっと、嫌だなって思ったからブロックはするんだけど、本当にそれをさ、誰々さんがって公に書いたりはしないし、か私も昔っていつ、学生の時とか、それなりに結構テレビとか見てて、この人嫌いだなみたいな思ったことあるんだけど、今全く思わなくって、そういろんな叩かれてる芸能人とか、なんか SNS、インフルエンサーさんとか SNS で見るけど、で確かにまあね、叩かれる要素がある人っていうのはいるのはわかるんだけど、私はまあどうでもいいかなっていうのは思っちゃうかな。そこに時間と自分のリソース、脳みそのリソースを取られたくないなっていうのがあるから、ポジティブなことだけを言いましょう、考えましょうとも思ってはないんだけど、まあ人の感情ってね、いろいろあるから、それはそれに正直に生きてもいいと思うんだけど、でも人を傷つけるのは良くないよね。私だから、結構ね、そこ敏感で、例えば私自身が何々して嬉しいとまでは書くけど、幸せって私発言しないんですよね。考えすぎかもしれないんだけど、自分にとって幸せなことって人にとってそうなれない人とか、そういう状況じゃない人って多分、地獄なんですよね。そういうの見ると。なんかそう思わせたくはないなと思って。だからね、もう常日頃私幸せってもちろん思ってるんだけど、あんまりそういうのは書かないようにはしてるかな。でもね、大変な部分とか、本当悩んでることもたくさんあるけど、でもそれを超えた幸せっていうのは今あるんだけど、そこばっかりをね、なんかアピールするのって何なんだろうって思うからね。でも昔は書いてたけど、昔って多分高校生の時とか、すごい友達と遊んで楽しい、私は幸せだみたいな、めっちゃ書いてたと思う。でも今は書かないし言わないかな。その批判っていうのは、でも結構私昔からその批判の気持ちなくて、例えば私サッカーよく見に行ってたんですね、スタジアムまで。今はその私の好きな選手が引退しちゃったから、もう5、6年前ぐらいからもう一切行ってないんだけど、それまでね、めっちゃ行ってたの、サッカー大好きで。で、その時、サッカーって、日本だけではないと思うんだけど、やっぱめちゃくちゃブーイングとかするんですよ。自分のチームが負け続けた時とか、良くない試合をした時は自分のチームにブーイングするし、あとは、相手のチームね、ちょっと気に食わないチームだったら、向こうにブーイングするし、あとは、もともとこっちにいた選手が、今日の対戦相手のチームに移籍した場合とかも、それに向かってブーイングするんだよね。で、私はもうサッカーの試合何回も行って、その現場何回も見たんだけど、全然理解ができなかったの、それ。なんでブーイングしてんのみたいな。そんなに嫌いなんだって。やっぱ心から嫌いなんだと思って、その感情がわかんないなと思って、私別にブーイングとかしないけど、あとは、好きな選手はいいか、嫌いな選手が結構やっぱみんないる、サッカー見てるとね。で、私、そもそも嫌いな選手っていう人もいないんだよね。よっぽどちょっと人を傷つけるような発言してたりとか、なんか自分とかに被害があったらもちろん嫌いになると思うんだけど、そうじゃなくて、
その嫌いな理由っていうのは、プレイスタイルが気に食わないとか、あとは自分の応援してるチームと相性が悪いとか、そういう場合にもうその選手が大嫌いで、その選手が出るとブーイングするみたいな。で、そういう人結構ね、いて、てか普通にいる。やっぱりサッカー見に行ってると。そう、私、あの選手大嫌いみたいな。で、私も、へーって思いながら、なんかその嫌いっていう感情、なんでだろうと思って、そこはね、でも嫌いだから別にその人何かしてるとか、なんか SNS でそういうこと言ってるわけじゃないから、嫌いっていう気持ちはね、それはいいとは思うんだけど、なんかどうやったらそういう、あの人嫌いとか、そういう感覚になるんだろうなっていうのは、直接自分が何かされたわけではないのに、そこは分かんなかったな。でも、そのサッカーのブーイング、多分サッカー以外もそうなんかな。私サッカーしか行ったことないんだけど、そのブーイングって、ブーイングしてる人全員がマジで心からブーイングしてんのかなって私結構疑問に思ってて、多分、ブーイングするっていう一応文化もあるんだよね。やっぱそのサッカーのね、サポーターっていうのは。お金払って見に行って、で、ホームの試合もアウェイの試合ももう駆けつけて、そのチームが勝つことに対して全力で応援してるのに、望む結果が続かないっていう時は、やっぱブーイングして喝を入れてっていう考えもあるとは思う。一概にその全否定してるとか、そういうわけではないのはわかる。そんな単純な気持ちでサポーターやってないから、やっぱりチームが勝って選手とか、監督とか関係者全員が喜ぶっていう未来のために応援をしてるから、喝を入れるためにブーイングしてるっていうのはわかるんだけどね。でもその場にいると不和雷動の現象が起きてるなっていうのは結構思って、不和雷動っていうのは四字熟語なんだけど、周りに合わせて自分の意見がなくて周りに合わせて行動したりとか発言するっていうことなんだけど、だから周りがブーイングしてるからブーイングしよう。自分は別にブーイングの気持ちがなくてもしようってね、そう思ってやってる人は多いんだろうな。でもそれはサッカーに限らず、自分の意見はないけど周りに合わせるっていう人は多そうですよね。それでいいのかっていう気はするけど、でもその不和雷動とかってネガティブだけじゃないんですよね。そういう人って一応空気読める面もあるから、なんかやっぱり大勢の人が言ってることと、もうそっち聞かないで自分の意見を押し通す、頑固な人。で、それも別に良くないじゃないですか。それで周りに迷惑かけたりするんだったらね、もう良くないから、やっぱ何でもそうだけど、物事っていい面と悪い面ありますよね。だからアンチコメントとかも、悪い面はもちろん人を傷つけるとかそういうのはあるけど、発信してる側からしたらエンゲージメントが上がる。そして、コメントが何にもないというよりかは興味を持ってくれると言っていいのか分かんないけど、行動アクションしてくれてるっていうメリットもありますよね。でもやっぱり誹謗中傷は良くないですよね。その見た目に対して言うとか、あとはちょっとあんまここで発言すると文字起こしされて、ああいう発言って良くないんですよね、文字に入ってるのが。だからあんまり言わないけど、そういう人を罵倒する、バカにするような言葉をわざわざ言うっていうのはやっぱり良くないなとは思います。そう言ってる方っていうのは日頃ストレスが溜まってるんだろうね。だから私のね動画にはそういう方は来ないからね、ほんとみんな嬉しいポジティブなコメントをしてくれて、たまに、指摘というか、私指摘がないようには見直して投稿してるんで、でもでもないか。それは違うと思いますみたいなのも来たことないか。そうね、本当にね、インスタとかでもね、ないよな。
来たことあるかもしれないけど、なんか面白くないとか来たことあるかな。もう覚えてないな。結構ね、クライアントさんでは、なんかよくわかんないコメント来てたりするかな。でも明らかな誹謗中傷は私のクライアントさんではないかな。なんかちょっと見た目に対してコメントしてくる人、傷つけてるわけじゃないんだけど、なんかね、服装とかに関して言ってくる人はね、なんかね、困っちゃうよね。アンチではないけど、でもわざわざコメントで言うみたいな人はね、結構いますよね。それ私じゃないけど、どうしよう私もいつか言われたら、洋服とか全然気にしてないな。だし、ね、やだな。見た目のこと言われたらめっちゃ嫌ですよね。なんかライブ配信の時とか、私はね、言われてなかったけど、私、リスナーというか、人のね、配信もたまに見てたから、結構コメントなんかありましたね。そういうコメント。うわーって思いながら。なんでそういうことわざわざ言うんだろうみたいなね。でもね、ライバーっていうのはそういうのもある覚悟でやる必要があるからね。やっぱ打たれ弱い、メンタルが弱かったら続けられないですよね。こういう情報発信しかり、ライバーしかりね。今回はね、発言は気をつけていきます。でもね、今日結構頭使って喋りました。だから、フィラーワーズとか、あと間が結構あるかもしれない。でもこれはこれでいいよね。はい。じゃあ今日は終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。